文学ノート。目と耳で味わう青空文庫。本日の作品は新見南吉の手袋を買いに。お楽しみください。手袋を買いに。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、ああと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く、早く。と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て初めて訳が分かりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪は眩しいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って小さい虹がすっと映るのでした。すると突然後ろでドタドタザーとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。何だろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。間もなく洞穴へ帰ってきた小狐は、お母ちゃん、お手手が冷たい、お手手がチンチンすると言って濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手にはーっと息をふっかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ。雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ。と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながらあっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのねと聞きました。あれは
お星様じゃないのよ。と言って、その時、母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その町の火を見た時、母さん狐は、ある時、町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐が、ある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって、散々追いまくられて、命からがら逃げたことでした。母ちゃん、何してんの？早く行こうよ。と、子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐は、どうしても足が進まないのでした。そこで、仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方、お出し。と、お母さん狐が言いました。その手を、母さん狐は、しばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐は、その手を広げたり、握ったり、つねってみたり、嗅いでみたりしました。なんだか変だな、母ちゃん。これなーに。と言って、雪明かりに、またその人間の手に変えられてしまった自分の手を、しげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい坊や。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず、表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントン、と戸を叩いて、こんばんは、って言うんだよ。そうするとね、中から人間が、少し、戸を開けるからね。その戸の隙間から、こっちの手。ほら、この人間の手を差し入れてね。この手にちょうどいい、手袋ちょうだい。って言うんだよ。わかったね。決して、こっちのお手手を出しちゃダメよ。と、母さん狐は言い聞かせました。どうして？と、坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると、手袋を売ってくれないんだよ。それどころか、捕まえて、檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って、本当に怖いものなんだよ。ふーん。決して、こっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方。ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんの狐は、持ってきた2つの白銅貨を、人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は、町の火を目当てに、雪明かりの野原を、よちよちやっていきました。はじめのうちは、一つきりだった火が、2つになり3つになり、果ては10にも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように、赤いのや黄いのや青いのがあるんだな、と思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々は、もうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が、道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど、表の看板の上には大抵、小さな電灯が灯っていましたので、狐の子は、それを見ながら、帽子屋を探していきました。自転車の看板や、メガネの看板や、その他いろんな看板が、あるものは新しいペンキで書かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐には、それらのものが一体何であるか、
わからないのでした。とうとう、帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた。黒い大きなシルクハットの帽子の看板が、青い電灯に照らされて、かかっていました。小狐は教えられた通り、トントン、と、戸を叩きました。こんばんは。すると、中では何か、ことこと、音がしていましたが、やがて、戸が一寸ほど、ごろりと開いて、光の帯が、道の白い雪の上に、長く伸びました。小狐は、その光がまばゆかったので、面食らって、間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言って、よく聞かせた方の手を、隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋ください。すると、帽子屋さんは、おやおや、と思いました。狐の手です。狐の手が、手袋をくれというのです。これはきっと、木の葉で買いに来たんだな、と思いました。そこで、先にお金をください、と言いました。小狐は素直に、握ってきた白銅貨を2つ、帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんは、それを人差し指の先に乗っけて、かち合わせてみると、チンチンと、良い音がしましたので、これは木の葉じゃない、本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて、小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったもの、と思いました。けれど小狐は、一体人間なんてどんなものか、見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると、人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。眠れ、眠れ、母の胸に。眠れ、眠れ、母の手に。小狐は、その歌声はきっと、人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって、小狐が眠る時にも、やっぱり母さん狐は、あんな優しい声で揺すぶってくれるからです。すると今度は、子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は、森の小狐は、寒い寒いって、泣いてるでしょうね。すると、母さんの声が、森の小狐も、お母さん狐のお歌を聞いて、ほら穴の中で、眠ろうとしているでしょうね。さあ、坊やも早くねんねしなさい。森の小狐と坊やと、どっちが早くねんねするか。きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと、小狐は急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へ、飛んで行きました。お母さん狐は、心配しながら、坊やの狐の帰ってくるのを、今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると、温かい胸に抱きしめて、泣きたいほど喜びました。2匹の狐は、森の方へ帰って行きました。月が出たので、狐の毛並みが銀色に光り、その足跡には、コバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。どうして？坊、間違えて、本当のお手手出しちゃったの。でも帽子屋さん、捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい、
温かい手袋くれたもの。と言って、手袋のはまった両手を、パンパンやってみせました。お母さん狐は、まあ、と、呆れましたが、本当に、人間はいいものかしら。本当に、人間はいいものかしら。と、つぶやきました。新見南吉の手袋を買いに、いかがでしたか？別の作品も見てくださいね。チャンネル登録と高評価、お願いします。